で、それつながりで言うとあれじゃん。だから、まあ、外国の人からしたら、日本に旅行来て、で、日本人全然英語喋れないだけどどうなっとんねんみたいな主張は、まああるよね。あ、そうな。結構そう思われてん、日本人って。多分思われてる。まあ確かに日本で暮らしてて、なんか、英語できる日本人、すごいっていう風な、なんか、そういう風潮はあるもんな。だからそういう風潮があるレベそうそう。ルで、英語が一般的じゃないとか、日常的ではない。まああれだよな。英語がまあ実質世界共通言語だから、それが通じない国ってなると、割とびっくりするのかもしれないね。まあだけどここは日本だから日本語を喋れよみたいなことを、まあ日本人目線だと、まあ、少なからずね、思うわけでございますよ。だからそれで言うと、でもさ、当たり前だけど、別に日本人もさ、英語を全くやってないわけじゃないじゃん。小学校とか中学校、高校でも一応やるわけじゃん。やってますね。だからね、一応ね、単語はね、俺今あれだわ、外国人に向かって喋ってるわ。多分ね、みんな単語はわかるんですよ。ただ、なんだね、リスニングとかに全然慣れてないから、なんかブラ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 ってなんか英語喋られると、ちょっと一瞬でわかんなくなっちゃうんですよね。まあ確かになんか英文長々と、なんか喋られても、こいつ何が言いたいんだってなっちゃうな、正直。そう。そうそう。だから、例えば、なんだろうな、トイレに行きたいとかだったら、なんだ where is the toilet? とか言うんじゃなくて、もう単純に、単語だけ、トイレだけうん。言うと、逆に通じるっていうね、のがあると思いますね。確かに、繰り返し同じ単語を叫ばれたら、なんかそれを求めてるんだな、みたいな。なんかそれが知りたいんだそうそう。なってのはめちゃめちゃ通じるね。そうそうそう。だから、もうなんか、そうだね。ただ単語を繰り返すだけの、機会になっていただければ、多分ほとんどの日本人はね、理解できるわ。確かになんか日本人がさ、なんか山登ってて、俺も今これ山登ってる動画だけどさ、山登ってて、なんかこの先熊が出るから、もう危ないから山登るなみたいなことを外国人の人に言うときに、なんかもう英語を頑張ってひねり出したやつが、ベア、ベア、ベア。だから、もう日本人がそういうね、もう単語を繰り返してるってことは、もう外国人の人もそれを見習ってね、日本人とコミュニケーションを取るときは、単語でコミュニケーション取ってくれと、そう思うわけですね。そっちの方が、あれだよね。自分の欲しいものが、ちゃんと得られる確率がね、高くなるんでね。確かに。うん。平和な世界や。あと、俺が想像できる限りの外国人が日本に来てびっくりすることって言ったら、あれかな、チップ文化。別にチップ文化って世界共通じゃないよな。アメリカ、俺が知ってるのはアメリカっうん。てチップ文化あるよね。ある。そう、だから、日本に来て、チップいらないんですかみたいな感じにはなるんかな、アメリカ人は。なるのかな、なんか、もう、チップってそもそもなんか、あの、有名すぎるじゃん。その、アメリカと、これ日本人目線の感覚なのかな、なんか、日本人目線だともうさ、アメリカではチップ払うのが当たり前ってのがもう一般常識レベルで染みついてるからさ、同じような感じうん。でさ、アメリカ人にとっても、日本ではチップを支払わないのが一般的っても知っててくれ。頼む。確かにな。でも逆にあれじゃない、俺らがアメリカに行った時にさ、チップ払うの結構、なんか、びっくりしない？俺、外国行ったことないけど、もし俺がアメリカ行ったら、うん。なんか自分が食べた分うんうん。以上になんかプラス10%、15%わかんないけど、そんぐらい、なんかプラスで支払うんだって。しかもそのあれでしょ、チップのさ、パーセンテージって厳密に決まってるわけじゃないじゃん、多分。ああ、そうね。人によってというか、店によって違うとかいう話はあるね。いや、むずすぎるだろ。しかもなんか、前なんかちょっと調べたことあるけど、なんかファストフード店、例えばマクドナルドとかだと、なんかチップ確か払わないんじゃなかったっけ、アメリカ。なんでね。払わなくていいのはありがたいけど、なんでその違いがあるみたいな。いや、もう難しすぎるでしょ。しかも俺ら日本人からしたらさ、それがチェーン店かどうかってそんな簡単にわかるもんなのかっていうね。まあね、マクドナルドって言われればわかるけど、マクドナルド、スターバックスとかそういうなんか日本にあるさ、チェーン店だったらまあ、ギリ許せるけどさ、なんだ、それ以外わからんわ。いや、もうダメだ。アメリカ行くの怖いわ。でもね、一つ朗報がある。アメリカじゃなくてカナダの話なんだけど、なんかカナダだうん。と、もうレシート、なんか、居酒屋とかバーとか行って、居酒屋じゃないね、バーとか、なんかそういうお酒飲む場所行って、チェックって言って、なんか、会計お願いすると、伝票持ってきてくれて、そこに、なんかチップ10%とか、もう伝票中に書いてあったりするパターンもよくあるらしくて、
で、俺が行った時も、それはね、なんかそう。非常にありがたいです。そうそうそう、非常にありがたい。なんかその店に当たって、あ、マジでこう、それがもう顧客が求めてるもの、こういうのもっとちょうだいみたいなね、感じましたね。じゃあそれ多分アメリカにもあるんじゃない？あ、もうじゃあそういう店にちょっと行こう。それがわかりやすい。もう、そういう店に行くしかないわ。そう。なんか、そう。なんだかんだアメリカとかもそういうチップ、暗黙の了解的なさ、なんか、文化って大変だよな、みたいな。もしかしたらアメリカ人とか、そういう海外の方とかも、日本に対して、なんこの暗黙の文化みたいな、思ってるかもしれんけどね。まあ、絶対思ってるでしょ。まあ、多分日本もなんか暗黙の文化いろいろあるからな、多分俺らはうん。ネイティブジャパニーズだからわからないんや。わからんけどね、なんか、そういうなんか暗黙の文化的なのを感じて、なんか、じゃあ暗黙の文化を知らず知らずのうちになんか破ってて、なんか外国人目線で、なんか俺差別されてるんとちゃうかみたいな思う人はいるんかもね。なんかそれで言うとあれだな、俺、なんか YouTube でそういう関係のビデオを見てた時期があって、なんか日本にいる外国人になんかインタビューするみたいなやつはいはいはで、い。いや、めっちゃ日本人は我々外国人、外国から来た人を差別してるんですみたいなのを言ってて、で、どういうこと結構それあれびっくりしない。だって、日本人ってさ、わざわざ外国人をなんか差別する慣習っていうか差別する文化全然なくない？ない。なんか、マジでない。ね。うん。黒人とかさ、白人とかもさ、なんか、俺らからしたらさ、もう全員、外国から来る人はもう一色単に外国人じゃん。そうね。そう、だからなんかそれでなんか気になってめっちゃ見てたんだけど、うん例えば、そのあるね、外国人が言ってたのは、東京とかの電車の中で座ると、なんか自分の両隣だけ誰も座んないから、なんでこんな俺は避けられてるんだみたいな、なんか差別されてんじゃないみたいな言ってるのがあって、被害妄想だろ。それまず、なんでだと思う？やっぱそれは、なんか、日本人目線だと、なんか、外国の方さ、がたいいいじゃん。体格いいじゃん。はい。で、日本の、電車って日本人向けのなんかサイズ感になってるから、その場所にがたいのいい、体格のいい、外国の方々が座るともう、両隣のなんか領域が狭くなっちゃうんだよね、その分。だからそんな狭い場所に、俺は座りたくねえぞというので、もっと、なんか広いスペースに座りたいぞっていう、もう本能から、なんか、普通にまあ、避けてる。じゃあ避けてるね。うん。なるほどね。それ俺、確かに考えなかったけど、今聞いたら確かになと思った。なんか俺がそのビデオを見た時に思ったのは、なんか単純に外国の方の近くに行くと、まあもしかしたら英語で話しかけられるかもしれないじゃん。なるほど。で、日本人、まあほとんどの日本人って英語はまあうまく喋れないわけですよ。うん。そしたら、なんか外国の人から話しかけられても、英語で助けられないし、英語を喋れなくて恥ずかしい思いするかもしれないから、なんか、あえて外国の方の近くには行かないのかなって思ったわ。それはね、日本人もっとね、チャレンジングになってほしいですね。恥を捨てましょいや、マジで、それですね。まあだから基本的にね、伝えたいのに、外国の方にね、伝えたいのはね、いや、まあ、でもそっか、それ避けてるっていうのを、う。うん。まあ、差別って言われたらしょうがないかもしれない。確かにね。まあ、避けてるイコール差別か。まあまあまあ、一理あるのか。いや、ねえな。うん。わかんない。俺自分は自分で言ってて、結構怪しいと思ったけどね、わかんない。これ差別って言われたら、もう、俺らは、すいません、ごめんなさいってなるかもしれない。無理やな、それはちょっと。まあ確かに。なんか、それだけの電車内で隣に座られないから差別されてると感じるくらいなんか、ないのエピソード。差別エピソード。他ってこと？うん。なんか電車の中で例えば喋ってたらめっちゃ異常なほどにジロジロ見られたとか、そういうのもあったけど。そんなことを、いや、でもそれこそあれじゃない、暗黙の了解じゃない。だって日本の電車の中だったらさ、なんかまあ静かにするっていうのがマナーみたいになってるじゃん。まあ確かにね、なんか大声で会話しないってのはよく、うん、あるわ。そう。だから、もしかしたらそこで、まあ、大声とかで喋ってたら、何あいつらみたいな感じになるかもしれない。まあそれは、まあ差別というか、郷に入れば郷に従えってことで、まあ日本文化に慣れてくれ。頼む。すまんな、外国人。日本文化に慣れてくれ。頑張れやでってことで。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。